的要因で上げられたモチベーションっていうのは長続きしないですよね。自分の中から頑張ろうというものが湧き出てきて、それが本物の言うならばモチベーションです。最終的に引き出せるかどうかはもう本人次第ですよね。こんにちは、まんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立ちそうな内容を配信しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日のご相談がですね、ちょっと毎度僕の、事業部のチームはみんなあんまりモチベーションが高くなくてですね、ちょっとモチベーションを高めて目標達成に向かうためにやるべきことをちょっと考えてて、定期的に飲み会を開いたりとか、それぞれ個人個人のモチベーションを高めていこうかなっていうふうに考えてるんですけど、森社長が思う目標達成のために社員のモチベをぐんぐん高める方法、森社長だったらこうするよみたいなところをちょっと教えていただければと思います。ですね、そもそもモチベーションで仕事するなと思いまして、ちゃんとやっぱりこう教育が必要ですよね。失礼しました。だからそこがまず一歩目だと思うんですよ。自分もそうだし、社員もそうだし、モチベーションって何やねんって話じゃないですか。そうですね。やる気何みたいな。だって誰にも見えないじゃないですか。あの人はやる気あるよねっていうのは何か行動を見て言ってたり、言動行動を見て言ってたりとか、結果を見て言ってるだけで、そのやる気の正体って、わけわかんなくないですか？そうですね。まず一つは、やる気とかモチベーションとか結局言い訳に使いたいに過ぎないよねと。だからモチベーションが上がんねえなとか、やる気が上がんねえなとかっていうのは自分に対してやりたくないとかやらない言い訳を作ってるだけなんで、っていう教育をまずしましょうと。だってそうじゃないですか。だって目に見えないし、なんでこんなモチベーションという言葉がすごい事実のようにやるのかわかんないですけど、事実どこにもないんですよ。確かに。だからどうでもよくねって言い続けないとダメですよ。じゃないとモチベーションで仕事することを許容させちゃいますよ。なるほど。関係ねえからと。じゃあさと、お客様に対してちょっとすいません、私モチベーションが今低いのでちょっとできませんとか言うのみたいな。むしろお客様の立場って言われたらどうすると、飲食店に食べに行ってねえ、このステーキ食べたいんですけど、すいません今ちょっとモチベーションが上がらないんでこのステーキは作れないんですよって言われたら、はいってなるよね。関係ないんですと。だからモチベーションなるべく消した方がいいですよね。そういうのを使っちゃう人もいるし、こっちも例として使う時はもちろんありますけど、なるべくそういう使い方はしないですね。なるほど。成果を出したいからモチベーションを上げていくとか、成果が出ないのはモチベーションが低いからだとか、なるべく使わないですよね。だからそれこそ管理職がそういう言葉使ってたらどこかが言い訳にそうですよね。僕からちょっと意識していかないといけないですね。そうですね。原則で言うと、個人で言うならば外的要因で上げられたモチベーションっていうのは長続きしないですよね。例えば何を言ってるかっていうと、競争で1着になったらゲーム買ってあげるよとか、要は会社でこういうのを達成したら臨時ボーナスで3万円あげるよとか、こういうのっていうのは瞬発的でしかないんですよ。確かに。そんなのを散々繰り返した挙句、続かない人が続出するんですよ。要は飴をあげないと頑張れないやつが増えるわけですよ。そうじゃなくて、やっぱ基本的にはやっぱ内的要因、自分の中から頑張ろうというものが湧き出てきて、それが本物の言うならばモチベーションです。やっぱりその内発的にこの仕事頑張ろうとか、結果出そうとかっていうものを湧き立たせる方法を、常にやっぱ考えながらやりますよね。なるほどなるほど。その人の感情というか、動かすしかないですよね。これが達成できたら嬉しい、この仕事してると楽しい、なるほど、私はこれを達成したいみたいな。とにかくだからそのちょっと感情にフォーカスしていきながら、自分の言葉とか自分の感情で物事を成し遂げたいとか、結果出したいとか、これをやりたいんだとかっていう風になるのが一番なんで、そこはやっぱ引き出すプロセスを最終的に引き出せるかどうかはもう本人次第ですよね。なるべくその引き出せるようなきっかけとか環境、機会を頑張って作るっていうことですかね。それが何かって言ったらやっぱりそれこそ研修もそうかもしれないですし、上司との話の中かもしれませんし、それこそだから対話とか、あとは普段と違うことをちょっとね経験させるとか、そういう感じですかね。
そしたら僕がちょっと最初に言った飲み会とか、打ち上げとか、そういうのっていうのは森社長自身はどう捉えてますか？いや、意味ないとは思わないんですよ。あ、そうですか。意味ないって言ってるのは行きたくない人でしょ。むしろね、大事だと思うんですよ。あ、大事ですか？ただ、ちょっと意味合いが違うかもしれないですね。例えば、ただの飲み会はいらないですね。僕は。なんだろうな、例えば一つ何か区切りが終えた、打ち上げとか、決起会とか、そういうのがあってもいいんじゃないかなと思いますけど、ただの飲み会はさっきの話と一緒で、短期的に瞬間的なものでしかなくなっちゃうんで。アップルさんでもじゃあそんなにやらないですか？もう今ほとんどやってないですよ。もう勝手に従業員が行くぐらい会社としてやってないですね。なるほどなるほど。だから年2回ぐらいじゃないですか。年末年始の忘年会か新年会という体で強制は別にないですし、もう一回やっぱ僕ら繁忙期があるので、各拠点ごとに繁忙期終わったらそういうのやっていいよと、そこに予算が入ってるだけで強制も一切ないですし。なるほどなるほど、ありがとうございます。あとなんかこう役職名をつければいいのかなとか、それでこう社員のやる気が上がるのかなみたいな、そういうことも考えてたんですけど。お金も役職も瞬間ですよ。源泉には限りがあるじゃないですか。お金も役職も源泉には限りがあるんですよ。無造作にお金なんか上げ続けられないですよね。でもっと言うと、上げたからやれはマジで意味ないですね。意味ないというか本当に瞬間的ですね。要は上げた瞬間にもう目標達成しちゃったんで、なるほど、もらったからやんなきゃいけないっていう風になってくれる人はいいですけど、もう1ヶ月もしたらまたちょうだいやるからってなりますよ。キリがないんですよ。なるほど。役職もそうですよね。そんな上げれないじゃないですか、ポンポンポン。わけのわかんない役職いっぱい作りますよね。生張り役職になったらもっと意味だと思います。そうですね。多少はありますよ、多少はね。でも根本的には別にないですよね。その役職になっても慣れちゃえば、家と一緒ですよ。新しく引っ越してイエーイって言ってたけど、もう半年も1年も住んだらもう慣れちゃってっていうのと一緒で、役職も給与上がってもすぐ慣れるんで、そんなに瞬発的でしかないですね。じゃあやっぱりこう社員のなんていうんですかね、小さなこう成功体験の積み重ねとか、こういうプロセスを踏ませてあげるっていうのがやっぱ大事なんですかね。まあそうですね、ここでモチベーションつっちゃってるんで、最初に言った通りなんですけど、そういう定義で言うと、僕は一個思うのは、やっぱりゲームってなんで夢中になる人がいるかっていうと、もちろんゲームにもいますけど、いわゆるだからフロー状態っていうその枠の中に入ってるから夢中になるわけですよね。漫画とかもドラマとかもそうですけど、見に行っちゃうとかあるじゃないですか。あれのポイントはやっぱり自分がそのやってる内容とか書いてる内容が理解できて夢中になるってことじゃないですか。だから夢中の手前が理解なんですよね。難しいドラマとか漫画になっちゃうと、わかんない、難しい内容がわかんないからちょっとあんま面白くないって言い出すわけですよ。だからその人に合った本当はうまいこうゲームのフィールドを設定してあげるとベストで、なるほど。おすすめは一つはやっぱりスコアをつけることですね。数値化いっぱいすること。数値化いっぱいしとくと、例えば何でもいいんですよ。例えばじゃあ A という仕事が30分の仕事です、これでもいいです。 B の仕事を例えばなんかじゃあ仮にですけど、例えばうちで言うとアンケートを手書きでいただける人がいるので、それをこう入力する作業とかなんですね。これはやっぱ何枚できたかとか全部スコアリングしてるわけです。スコアリングっていうかカウントしてるわけですよ。当然それが報酬にもなるからっていうのも話もありますけど、例えばそれを何分でやったとか、全部なるべくもう記録するんですね。引っ越しの仕事であってもどのぐらいの物量運んだかとか、荷物運んだかとか、お客様からのいただいたアンケート全部仕様化して数字にしてたりとか、そうすると勝手に頑張り出すやつがいるんですよ。なるほどな。他人とも自分とも勝手に比較できるんで、数字すると。確かに。よく言うのは、あなたねと明日この細い棒を持ってこのちっちゃいボールを18回穴に入れてきてと、そしたら仕事終わりだからって言われたら、なんでそんなことやんなきゃいけないのって普通は思うと思うんですよ。でもこれにスコアをつけたらゴルフになるわけですよ。大の大人がお金払って貴重な時間使っていくじゃないですか。もちろんいろんな他のやつもありますけど、でもそういうことですよね。あれをだからスコア全部なくして全部楽しみ削っていったらただの仕事ですよ。嫌な仕事ですよ。めんどくせえ仕事ですよ。玉打って18回穴に入れとるみたいな、なんだそれみたいな、やりたくないんですけどみたいな、この論理ですよね。スコアをつけるっていうのはそれが大事ですし、おすすめはありとあらゆるものをなるべく数値化するってことですね。これをやると成長も目に見えますよ。1ヶ月前までは30枚をこなすのに1時間かかったのが、1ヶ月後30枚こなすのに50分だったら、うわすげえじゃん。
ってなってくんで。数値か。大事ですね。はい、めちゃめちゃ。それが一番肝ですかね。あとはそれを明示化するというか、オープンにしていけばいいですね。ただこのオープンにしたことに対してあんまりこうダメだとかいいとかって言わないんですけどね、表彰しますよ。なんかシンプルにやるんだったら数値化と賞賛、表彰とかね、なるほど。それを結構うまくできたら何も言わなくても頑張るやつ出てきますよね。確かに。なんか社内でコンテストとかね、あったらそれだけで結構気持ち的にやったろっていう気持ちになりますもんね。でそういう時には別に商品あげたっていいと思うんですよ。例えば子供の大学受験で、もしくは子供が大学卒業しますと、今までよく頑張ったと、すごい大切なものをプレゼントする、これはいいかなと思うんですよ。でもいちいちテストのたびにゲームソフト1本とか、小学生の時始めたら大学生の時のこの大学じゃなかったらこれちょうだいみたいな、車になりますよみたいな、車買ってもらえないのに大学受験ちょっとやめるわみたいな、治りますよね、そんなのおかしくなりますよね。テストのためにいい点数取ったらゲームソフト買うよってやりますって切りないですよ。で子供どうなるか、これをやったら何がもらえるって分からないものはやりませんってなりますよ。社員も一緒ですよ。だから一生懸命そこはコミュニケーションして、最初から餌で釣ってたら、飴で釣ってたら毎回飴ですよ。毎回飴あげないと、じゃあやりませんって言われるんですよ。いや私の業務じゃありません、これやったら手当出ますって全部なってったらおかしい話になっちゃうんですよ。なるほどですね。ありがとうございます。社員のモチベーションをぐんぐんと上げる方法ということですけど、モチベーションっていうことをそもそも仕事に持ち込むっていうのをやめる教育っていうのが前提としては必要だなと思いますと、モチベーションという言葉や内容に左右されないでちゃんと頑張れる結果を出すという方向を目指しましょうと。外的要因は長続きしないんで、なるべく自発的に結果を出すとか目標達成するとかってなってもらえるような仕掛けを試行錯誤頑張りましょう。ポイントとしては僕のおすすめは、とにかくあらゆるものを数値化してスコアキーピングするんだと。あとやっぱり賞賛ですね、表彰。これは承認欲求をくすぐるという言い方したらいいか分かんないんですけど、この2つが結構効果的になるんじゃないかなと思うんで、ぜひやってみていただけたらいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。皆さんからいただくいいねやコメントは大変励みになります。この動画を気に入っていただけたら、ぜひいいねもコメントもお願いします。